Hallo zusammen, ich bin Mizuki und wie heißt ihr? Ich möchte euch heute erzählen, wie Japaner ihrem Kind einen Namen geben und welchen japanischen Namen ich meiner Tochter gegeben habe. Ich zeige euch zusätzlich meinen Namen Mizuki mit Kanji. Dann, los geht's! In diesem Video spreche ich mal auf Deutsch und mal auf Japanisch. Es ist manchmal anstrengend für mich, die ganze Zeit auf Deutsch zu sprechen. Außerdem möchte ich mit meiner Tochter auf Japanisch reden, damit sie zweisprachig aufwachsen kann. Wie denkt ihr, dass ich manchmal in meinen Videos auf Japanisch spreche? Natürlich werde ich Untertitel auf Deutsch hinzufügen. Einige von euch lernen außerdem vielleicht Japanisch. Dann könnt ihr vielleicht durch meine Videos ein bisschen umgangssprachiges Japanisch lernen. Bevor ich anfange, vergiss bitte nicht zu abonnieren und einen Daumen hoch zu machen. So, zurück zum Thema über die Namensgebung. 娘の名前はミアです。これは出産祝いでもらいました。私はドイツ人と結婚したので、娘はドイツ人と日本人のハーフです。もしくはダブルです。なので、名付けにはかなり時間をかけました。ドイツでは名前の響きがいいかどうかで決めることが多いように感じます。日本でも名前の響きっていうのは大切なんですけど、他にもいくつか気をつけることがあります。今日はそれについていくつか紹介していきたいと思います。例えば日本人にとって名前に漢字をつけるかどうかっていうのも重要なポイントだと思います。漢字をつけるか、それともひらがなにするのか。ハーフの子供だったらカタカナにする人もたまにいます。私の印象としては、もしくは私の世代では名前に漢字をつけることが多かったように思います。漢字にはそれぞれ意味があって、名前を決めるときにどんな漢字を使うかで名前を決めるときもあります。例えば、優しい子に育ってほしい場合、優しいというゆという漢字をつけたりします。他には両親が気に入っている漢字をつけたりだとか、花や季節など自然に関する漢字をつけたりすることも多いみたいです。また、姓名判断を気にしている人もいます。姓名判断とは、名字と下の名前を構成する文字数やバランスを見て吉凶を占う方法です。日本人って結構運勢を気にしている人が多い気がするんですよね。なので、名前の画数やバランスを気にしている人も多いです。もし名前に漢字をつける場合、漢字の画数にも気をつけている人もいらっしゃいます。あまりにも画数の多い漢字を使うと、将来子供が名前を書くときに大変になってしまうので、漢字の画数にも気をつけているご両親もいらっしゃいます。そして出産前に事前に名前を決めている人もいれば、生まれてすぐの子供の第一印象で名前を決める人もいます。また、古い名前をつけると子供がかわいそうと思う人もいるみたいで、事前にインターネットとかで調べて生まれる年の人気の名前をつけたりする人もいます。ただ逆に人気の名前だと他の子供と被ってしまうから少し変わった名前をつける人もいます。日本でよく言われるのがキラキラネーム。キラキラネームっていうのはいわゆる一般的ではない名前。つまり人の名前には合わない単語が使われた名前のことです。キラキラネームの場合、日本人ですらその名前の漢字を読めなかったりします。例えば、この漢字。通常は月と読むんですけど、それをルナと呼んで名付けたりします。今の若い世代の人たちはどうなのかわからないんですけど、私の世代ではキラキラネームは懸念されていました。キラキラネームだと就職に不利だとかアホっぽく聞こえるとかよく言われてました。でも今はどうなんでしょうね。独自性や多様性が進んできているので、私よりもっと若い世代の人の間ではキラキラネームっていう定義すらないかもしれないですね。
今はむしろそのまま読めない漢字を名前につける傾向が少なからずあるかもしれませんね。知らんけど。Wie ist es in Deutschland bei der Namensgebung? Entscheidet man sich für einen Namen, dessen Klang gut ist, oder die Kombination zwischen Vor- und Nachname? Beeinflusst Religion oder Tendenz die Namensgebung? 私たちの場合、名字と下の名前の組み合わせおよび名前の響きがいいかどうかという点も気をつけました。またドイツ語でも日本語でも聞き取りやすく伝わりやすいかどうかというところにも気をつけてました。あとはアルファベットで書いた時に名字と下の名前の頭文字イニシャルが同じアルファベットじゃないようになるようにも気をつけてました。例えばマキシム・ムスターマン、この名前の場合名字も下の名前も M から始まりますよね。こういった同じアルファベットで始まる名前をドイツ語ではアリテラチオンって言ったりするんですけど、ドイツではアルファベットで名前を書くので、そういった名字と下の名前の初めの一文字が同じにならないようにっていうところにも気をつけてました。そして私が強く望んだことなんですけど、日本でもドイツでも通用するような共通の名前をつけたかったんですね。でも旦那は日本の典型的な名前をつけたかったみたいなんですけど、私が断固拒否しました。というか、日本でもドイツでも聞き取りやすく伝わりやすい名前をつけてあげたかったんですね。あとはドイツ語譲りの発音のアルファベットも避けました。例えば Z、S、J とかウムラウトとかですね。例えば S はドイツ語の発音だとザジズゼゾの濁音の発音になってしまうので、日本語の発音と変わってしまうんですよね。例えばリサっていう名前だったらドイツ語だとリザ、日本語だったらリサって発音するんですよね。するとちょっと名前が聞こえが変わってしまうので、なのでそういったアルファベットを使わないようにしていました。私自身ドイツでも経験があって、私の名前水木っていう名前にも Z が入ってるんですけど、この Z をどのように発音するのかっていうのをよく聞かれるんですよね。で、聞かれるたびに水木だよって答えるんですけど、正しく発音できる人とできない人がいたので、子供にはそういったアルファベットがついた名前はつけたくないなと思って、ドイツ語譲りの発音のアルファベットは避けました。アルファベットと同じ感じのことなんですけど、日本人がローマ字表記にできるかどうかっていうところも私たちにとって重要なポイントでした。例えば花とかアナという名前の場合、ドイツ語だと花、アナと N を2回書くことが多いんですけど、日本人がローマ字で書くとすると花とかアナと N は1回だけ書くことが多いんですよね。で、ドイツ語がわからない日本人の場合、この名前を花なのか花なのか、もしくはアナなのかアンナなのかってわからないことがあるんですよね。なのでそういった名前も避けました。そして何より私たちが重要視していたのは、名前に漢字をつけられるかどうかっていうところです。旦那が漢字大好きで、なので日本で登録する名前に漢字をつけられるかどうかっていうところも大切でした。その中で私個人的な希望だったんですけど、もし子供の名前にみという名前が入っているのであれば、美しいという漢字をつけたかったんです。私の日本の名前、水木という名前にもこの同じみという漢字がついているので、もし可能ならこのみ、美しいという漢字を子供にもつけたいと思ってました。ところで私たちの娘はミヤって言うんですけれども、アルファベットで書くとミヤ、日本語ではミヤというこの漢字をつけました。
直訳すると美しい愛っていう意味なんですけど、心のきれいな愛情たくさんある子に育ってほしいという思いからこの名前をつけました。愛という漢字の中にも心という漢字がついているので、この美しいと愛という漢字を選びました。で、私の名前みずきを漢字で書くとこれです。美しい月と書いてみずきです。意味としては美しい月そのままシュナムンです。おそらく、私の両親が美しい月のように育ってほしいって思って水木と名付けてくれたのかなと思うんですけど、名前分けしています。実は私の名前、日本語でもよく間違えられるんです。本当はこの水木という名前をひらがなで書くと水木と書くんですけど、よく水木と間違えられます。よく間違えられるのでも訂正することはありません。でも名前の漢字の読み方って日本人でも難しかったりしますよね。日本ではミアという名前はまだそんなに多くないと思うんですね。なのでミアはもしかしたらキラキラネームに当たるかもしれないんですけど、私も旦那もミアという名前をすごく気に入っています。またここ数年でドイツではミアという名前が人気のため、同じ年代の子どもたちの中で名前がかぶってしまう可能性もあるかもしれませんね。本当はできるだけ人気の名前っていうのは避けたかったんですけど、私たちが気に入った名前の中で日本語でもドイツ語でも聞き取りやすく伝わりやすい名前っていうのを考えた時に、ミアが私たちの中で一番しっくりきたんですよね。なので私たちの第一子にはミアという名前をつけました。Wie findet ihr den Namen Mia? Mia ist übrigens eine Abkürzung von Maria, richtig? Wir hatten aber auch den Namen Maria in unserer Auswahl, sonst auch Edena, Lina oder Lili. Mein Mann wollte aber Akane oder Kaori nennen, also typischer japanischer Name. Ich habe aber alles abgelehnt. Das war's in diesem Video über die Namensgebung. Unsere Tochter ist halb Japanerin und halb Deutsche, deswegen mussten wir viel nachdenken. Aber wir haben unserer Tochter einen wunderschönen Namen gegeben, denke ich. Schreibt gerne eure Meinungen in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefällt, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und lasst bitte ein Abo da. Ich habe auch Instagram, schaut gerne auf mein Instagram. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! またね